カオキオキングダム RTA リアルタイムアタックの略称で、ゲームスタートからクリアまでの実時間の短さを競い合うプレイスタイルの一種。今回ご紹介するゲームはニュースーパーマリオブラザーズ Wii。本作、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii は、発売されてから現在までの13年もの間、数多くのプレイヤーによって何度も世界記録が塗り替えられてきました。多くのプレイヤーの研究によって、プレイヤースキルを要する高等テクニックや、複雑なゲームの仕様、クリアタイムを大幅に短縮する隠された技が明らかとなり、世界記録は様々な変化をしていきました。今回は、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii に挑戦した数多くのプレイヤーたちの世界記録の歴史を解説していきます。時は、遡ること13年、2009年11月12日にニュースーパーマリオブラザーズ Wii が発売されます。通常、RTA シーンが開始されるまで、発売から数ヶ月の時間を要します。ですが、本作の RTA のシーンが開始されたのは、発売からわずか4日後のことでした。発売から数日で、スピードデモズアーカイブのフォーラムに、多くの人々が集まり、様々な情報共有がされました。奏者の MWL 氏は、ワールド1からワールド5、ワールド8のルートで45分でクリアすることに成功したと投稿しました。また、頑張れば40分から35分の間でもクリアすることが可能と、奏者たちに情報提供を行いました。MWL 氏は、クリアタイムを30分下回るのは難しいだろうと共有しますが、UC プロという奏者が26分5秒でクリアしたと報告します。残念なことに、これらの記録の動画が存在しておらず、スピードラン .com にも掲載されていません。2023年現在で確認できる最初の記録は、本作発売から2年後の2011年5月の投稿になります。初の世界記録保持者、レイカー G 氏の走りを見ていきましょう。1の位置は、非常にシンプルで、細かい時間短縮が必要となります。下り坂を滑ると、通常のダッシュよりも、速度が速いため、下り坂を意識しながら走りを続けていきます。本 RTA では、プロペラマリオが必須となるため、中間フラッグでスーパーマリオ状態に変身し、コース中盤にあるブロックを叩いて、プロペラキノコを取得します。1の1ゴール後にクリボーが移動するアニメーションがあります。これが、最大35フレームのタイムロスがある運要素で、2023年現在でも、この要素を回避する方法は発見されていません。1の2では、スターを取得して時間短縮をします。1の3は、ワールド5に行くための隠しゴールが存在しているので、プロペラマリオの回転を使い、隠し通路へ行きます。5の1では、後半に、抜きパックンが、水中に浮かんでいるエリアがあり、当たってダメージを受けないように泳いでいきます。キノピオの風船集めをクリアした後に、ルート分岐があり、5の2か、5の3はどちらか選ぶことができます。レイカー G 氏は5の2を選択しました。5の2は、非常に簡単なコースで、巨大な花ちゃんの上を無理やり突き抜けていくことで、難なくクリアすることができます。その後の5の砦は、プロペラマリオが、非常に有効なコースで、針に当たらないように、慎重に上に登っていきます。5の4は、マリオシリーズでは珍しいギミックが実装されていて、重量制限があるイカダに、多くの敵を乗せないように倒していく実質的な強制スクロールコースでした。レイカー G 氏の走りでは、敵がスポーンする上空の足場を乗り継いで強制スクロールをスキップしています。この強制スクロールのスキップは、発売から2週間後に UC プロジによって開拓されたテクニックで、コースの設計の穴をついた画期的な技でした。特に、このテクニックで特徴的なのが、この後半のシーン。一見、画面内には敵専用の足場がないように見えますよね。ですが、画面外には敵を落とすためのベルトコンベアが用意されていて、この足場を乗り継いでいくことにより、向こう岸にたどり着くことができます。何度かためらいがあったものの、タイミングを見計らって、5の4を突破していきます。5の屋敷は、暗闇のコースで、通常では光るブロックを使って進んでいきますが、RTA では、光るブロックを使わずに道順を暗記して突破していきます。再び裏ゴールをし、ワールド8へ進みます。8の1は、
ランダムに落ちてくる噴石を対処する必要がありますが、本記録では何度か被弾してしまい、タイムロスしてしまいます。その後の8の2では、隠しゴールに入り、骨コースターが登場する高難易度コース、8の7へ向かいます。その後、8の飛行戦では、ボス戦でクッパジュニアが登場します。従来のボスのように頭を踏んで攻撃することはできないので、爆弾をヒップドロップで跳ね返して攻撃していきます。爆弾を3回当てて撃破し、ついに、最終コース、クッパ城へ進みます。何度か、プロペラマリオの暴発がありましたが、巨大クッパの強制スクロールエリアを突破し、26分56秒で完走します。本作には、壁抜けバグのようなものを用いたり、3D マリオのような大胆なバグを用いらないため、このように、基礎的な要素を細かく詰めていく必要があります。この記録は、200万再生を超えていて、2011年の当時では、非常に衝撃的な記録だったことがわかります。本記録から7ヶ月後の2011年末、レイカー G 氏は25分49秒と再び世界記録を更新します。50秒以上時間短縮されたこの記録では、前回のタイムロスの箇所をいくつか修正しています。5の1の浮きパックン地帯では、以前よりもスムーズに突破し、8の1では、噴石に当たらないように走りが改善されています。レイカー G 氏は、翌年の2012年3月26日にも続けて記録を更新。さらに、その7ヶ月後の10月11日、25分27秒で完走。これまで、ワールド5のルート分岐は5の2が選択されていました。5の2は、5の3よりも難易度が低く、クリア時間は早いと考えられていましたが、比較してみると、クリアタイムが約2秒早いことが分かったため、5の3が採用されました。1の2や5の1、巨大クッパではミスがあり、これらを改善できれば10秒短縮もできるだろうと述べました。本記録が樹立されてから3年もの間、様々な奏者たちがレイカー G 氏を打ち破ろうと挑戦を続けますが、どの奏者も25分28秒の壁を越えることはできませんでした。4年後の2016年3月5日に、ついにこの記録が打ち破られます。オーストラリア人奏者のグリーンアップルーター氏という奏者で、25分26秒で世界記録を樹立します。残念なことに、この記録のプレイ映像が残っていませんでしたが、長きにわたりトップに君臨し続けたレイカー G 氏を初めて打ち破った奏者として名を残しました。わずか1ヶ月後のこと、オーチガードという奏者が25分23秒で世界記録を更新します。オーチガード氏は2ヶ月前の2月27日に25分28秒と、レイカー G 氏の世界記録に最も近い記録を打ち出していた奏者でした。ここから、オーチガード氏の記録更新ラッシュが続きます。翌日の2016年4月26日、25分22秒で記録更新。続けて、4月27日に3秒短縮し、完走。オーチガード氏は、3日連続、世界記録を更新しました。その4ヶ月後の8月9日にも、25分14秒と記録を打ち出しますが、この時点で、RTA コミュニティの中では、25分を切ることは、新たなテクニックが発見されない限り難しいだろうと考えられていました。オーチガード氏は、新たなテクニックを用いることなく、できる限りミスを改善していき、25分12秒、25分10秒、25分9秒と記録を伸ばしていきます。10月2日に、25分6秒で世界記録を樹立したオーチガード氏の記録では、人力では不可能と考えられていた556サイクルという技が使用されました。5の砦は、周期的に左右に動く針の壁があるため、扉前の道が塞がれてしまい、残りタイムが546で扉に入るのが人力での最短だと考えられていました。残りタイム557前後で扉に入ることが理論上可能であると証明されていましたが、走りの中でこの技を取り入れるのは現実的ではなかったため、RTA では用いられていませんでした。ですが、オーチガード氏は、この難しい周期を初めて人力で突破することに成功し、実用的な技であることを証明しました。その翌日の10月3日に、キノピオの風船集めでタイムロスがあったものの、25分4秒で記録を更新し、24分台突入までわずか数秒となりました。このわずか数秒を短縮するには、ミスの改善だけでなく、5の砦の556サイクルの成功も必要となり、容易ではありませんでした。ですが、
2016年11月23日。オーチガード氏は24分58秒で世界記録を更新。25分の壁を打ち破った世界初の走者となりました。556サイクルでクリアするのはもちろんのこと、ワールド8でも大幅な時間短縮を行い、前回の記録を5秒ほど短縮することに成功しました。この偉業を成し遂げたオーチガード氏は、この Any% カテゴリーではなく、キャノンレスや 100% カテゴリーに移行します。彼の24分台到達によって幕を閉じたと思われた Any% カテゴリーですが、RTA のコミュニティでは、さらにゲームを最適化するため、日々研究が続けられていました。そして、オーチガード氏の記録樹立から1年3ヶ月が経ち、2018年1月8日、レイカー G 氏を打ち破ったグリーンアップルーター氏は、今後、本 RTA に大きな影響を与えることとなる新たなテクニックを発見します。今ご覧いただいたプレイ映像の通り、8の飛行船でボスとして登場するクッパジュニアの新たな攻撃手段が発見されました。ある日に、奏者のアイラグ SMB 氏が、ワールド6のクッパジュニア戦をプレイしていて、この攻撃方法が可能であることを発見したことが始まりでした。このアイラグ SMB 氏の新たな発見を見て、ワールド6のクッパジュニアを、プロペラマリオで直接頭を踏みつけることが可能だと知ったグリーンアップルーター氏は、ワールド8のクッパジュニアに対して同じ攻撃が通用するのか疑問に思い、研究を開始します。ですが、ワールド8のクッパジュニアは、天井との距離が近いため、頭を踏みつけることは不可能と考えられていました。ですが、よく見てみると、クッパジュニアがわずかに上下に動いていることが分かりました。その後、数時間の間、この新テクニックを試みたところ、見事、ヒップドロップによる攻撃が成功しました。このクッパジュニアの高度が最低点に達した1、2フレームの隙を狙った攻撃方法、ボムレスの発見により、約13秒もの時間短縮が可能となりました。また、このボムレスを2連続で成功させると約20秒も短縮することができます。2回連続、ボムレスを成功させることは理論上可能ですが、難易度が非常に高いため、現実的ではありませんでした。このボムレスの発見から数ヶ月前のこと、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii コミュニティに足を踏み入れたばかりのフェイドパニティ氏という奏者がいました。彼は2017年末から急速にスピードラン .com のリーダーボードを駆け上がった奏者でした。彼にとって本作は初めての RTA であるのにもかかわらず、自己記録は25分26秒と非常に高い水準の記録を打ち出していました。この記録では5の3ではなく、難易度の低い5の2を選択していました。また、556サイクルを用いておらず、安定を取った記録の中では、非常に速い走りでした。彼は、さらにスキルを磨き続け、2018年3月3日には、25分2秒までタイムを落としました。この時点で、世界記録更新まで約4秒ほどの差でした。そこから1ヶ月後のこと、2018年4月13日。この時点で、オーチガード氏の世界記録樹立から1年半が経過していました。フェイドパニティ氏は24分45秒で世界記録を更新。この記録の驚くべき点は、オーチガード氏の記録を13秒以上離したということだけでなく、その走りに隠されています。ワールド5の分岐ルートは5の3を選択していますが、5の砦のクリアタイムは547で、556サイクルでのクリアではありませんでした。では、なぜ、彼は、オーチガード氏の記録をこれほど上回ることができたのでしょうか。先ほどお話ししました、8の飛行船で用いられる時間短縮テクニック、ボムレス。フェイドパニティ氏は、グリーンアップルーター氏が発見した、ボムレスを2回連続。成功させたのです。このテクニックを実際に人力で成功させたのは初めてだったため、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii コミュニティは彼の2連続のボムレス成功に大きな衝撃を受けました。
ですが、この走りには556サイクルが成功できていないという明確な弱点があり、他の走者に記録が更新される懸念がありました。この弱点さえ克服できれば、かなりの時間短縮ができると考え、フェイド・バニティ氏は、この後も世界記録を狙い続けます。同年の9月2日、5秒短縮し、世界記録を更新。この記録は、ほとんどのミスがなく完璧でしたが、556サイクルが成功できておらず、前回と同じ問題がありました。ですが、彼は諦めずに挑戦し続けました。Let's go, let's go, let's go! We fucking did it! Let's go! 3x! Come on! Let's go! Let's fucking did it! 3x! There you go! And that is why this category is mine! 2019年3月9日、フェイド・バニティ氏は見事556サイクルを克服し、世界記録を打ち立てました。彼の弱点であった5の砦を克服できた理由の一つとして、彼は556サイクルを容易に成功させることができるセットアップを開拓したことが挙げられます。そのセットアップとは、なんと、壁キックを1回入れるだけという、とてもシンプルなものでした。このセットアップによって、残りタイム557で、ドアの前に到達することに成功しています。また、ボムレスも、通常のものではなく、ザ・コーディング・ボーイズによって開発された、新技のコーディングボムレスを使用しています。このテクニックは、通常のボムレスと違い、クッパジュニアのノックバックによるタイムロスを抑え、約3秒の時間を短縮できる新テクニックでした。これらの新テクニックを導入したフェイド・バニティ氏は、とどまることを知らず、1ヶ月後のこと。Okay, is this pace? Is this pace? コーディングボムレスが成功せず、タイムロスがありましたが、見事、記録を2秒更新します。この時点で、フェイド・バニティ氏の記録は、他の走者が追いつけないほどのタイム差ができていました。ですが、彼はまだやめることなく、挑戦を続け、翌日、4月21日、24分29秒。Oh shit, let's go! Let's go! Oh fuck, alright. 彼は、コーディングボムレスを見事成功させ、史上初の24分30秒台突破に成功したのです。リーダーボードを見てみると、フェイド・バニティ氏の記録は、2位のグリーンアップルーター氏の記録から約30秒ほど離し、圧倒的な差をつけていました。これほどの大きな差をつけ、自身の目標であった24分30秒台突破を達成し、フェイド・バニティ氏は、次のようなメッセージを残し、活動を休止します。大変な道のりだったけれど、今があれ、このカテゴリーを始めてから15ヶ月、そして今、24分30秒を切ることができた。たくさんのサポートと愛をありがとう。みんな、愛してるよ。旅をありがとう。フェイド・バニティ氏が活動を休止してから少し経った頃、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii コミュニティの中で、ある問題点が指摘され始めます。その問題点とは、タイムの計測方法にありました。フェイド・バニティ氏というビデオ氏の記録を比較してみましょう。このように画面が暗転している時間、ゲームのロード時間が操作によって異なっていることが指摘されました。これは、Wii のディスク読み取り性能の個体差によるもので、このロード時間もタイムに含まれていたため、公平性に欠ける重大な問題でした。この問題が発覚し、奏者たちは、タイムの計測方法の改革に着手します。最終的にロード時間を除いて計測する方法が採用され、競争に公平性が高まりました。そして、以前の記録が全て再計算されたため、フェイド・バニティ氏の記録は、24分29秒から22分22秒167に修正されました。翌年の2020年7月、フェイド・バニティ氏の記録はまだ打ち破られていませんでした。ですが、この世界記録を打ち破る候補者の一人として、とある奏者が挙げられました。その名もピジー。
ピジー氏は、ニュースーパーマリオブラザーズ DS の RTA 走者で、世界記録を樹立したことがある人物でした。フェイドバニティ氏が休止している期間、ピジー氏は、徐々にタイムを縮めていき、7月2日、2年間世界記録を保持し続けたフェイドバニティ氏を打ち破り、ピジー氏は22分19秒400で世界記録を樹立。ピジー氏が世界記録を更新することができた要因の一つとして、トゥッティプロ氏によって開発された556サイクルのセットアップを用いていたことが挙げられます。このように、壁キックの回数を増やしたことによって、556サイクルの安定性が増し、リセット回数が減少しました。時間短縮の面では、新技のクラウチブーストを使用していることが挙げられます。クラウチブーストとは、ジャンプの最高点でしゃがみ状態を解除することによって引き起こされる減速回避のことで、奏者のアスティックス氏によって発見された仕様の一つでした。比較してみるとわずかな差ですが、土管に入るまでの時間を短縮することができます。このピジー氏の記録は、フェイドバニティ氏の記録と比較してみると、タイムの差は約 0.5 秒と、大きな差ではありませんでした。ピジー氏は、自身の記録を超えるため、日々練習を続け、わずか4日後に世界記録を更新。ゴノさんのシェルストラドや、プロペラマリオの加工モーションキャンセル技のシェルブーストをスムーズに行い、以前の記録よりも、一段と磨きがかかっていました。このピジー氏の2連続記録更新を見て、黙ってはいられない奏者がいました。ピジー氏の世界記録更新から2週間後、フェイドバニティ氏は活動を復帰し、世界記録を奪い返します。この記録を打ち立て、ほっとしたのもつかの間。6日後、ピジー氏は諦めることなく、フェイドバニティ氏に食らいつき、世界記録を更新。この記録は、3ヶ月間更新されることはありませんでした。ピジー氏の勢いは、とどまることを知らず、自身の記録をさらに上回り、10月6日に4度目の世界記録を更新。ですが、その1ヶ月後には、フェイドバニティ氏が記録を再び奪い返します。さらに、その12日後の11月22日には、ピジー氏が世界記録を更新しました。この激しい世界記録争いは、たった4ヶ月の間に繰り広げられたもので、計7回もの記録更新がありました。これを機に、フェイドバニティ氏は、自身の役目を終えたと言葉を残し、本作の RTA を引退します。翌年の2021年3月18日、ピジー氏は自身の記録を 1.5 秒ほど短縮し、世界記録を樹立。彼は、フェイドバニティ氏が引退した後も、さらなる高みを目指し、記録更新に励んでいたのです。この2ヶ月後に、スキッピーという奏者がピジー氏を打ち破り、世界記録を更新しますが、この記録には、他の奏者とは決定的に違う、奇妙な要素が隠されていました。スキッピー氏は、以前から世界記録を更新する候補者の一人として名を挙げていました。彼は、数々のテクニックを駆使し、クリアタイムを縮めていきましたが、8の飛行戦ではミスがあり、最終ステージでは、ピジー氏と同じクリアタイムでした。不思議なことに、この記録は、ピジー氏の記録を 0.5 秒ほど上回っていました。この奇妙な現象に気づいた奏者のカラン・ジョセフ氏は、この2人の奏者の記録からプレイ映像を省き、カットシーンのみの比較を行いました。ワールド5までは完全に同期していました。ですが、スキッピー氏の記録のワールド8のカットシーンでは、飛行線が完全に表示されていないのにもかかわらず、カメラアニメーションが約2秒早く終了していることが判明しました。なぜ、このような現象が起こるのか、調査を進めると、次のようなことが分かりました。Wii には、
ゲームの比率を変更することができる設定項目が存在していて、スキッピー氏はブラウン管テレビでゲームをプレイしていたため、ゲームの比率を16対9ではなく4対3に設定していました。比率設定で4対3を選択すると、通常は4対3の比率に合わせた専用の HUD や UI が用意されますが、本作ニュースーパーマリオブラザーズ Wii では16対9の比率を保持した状態で画面が縮小され、上下に黒帯が追加される仕様でした。また、上下の黒帯で隠された領域は画面上では何も表示されていないものの、ゲーム内部ではこれらの 3D モデルやデータが読み込まれていました。そのため、4対3でゲームをプレイした場合、カットシーンのカメラアニメーションを終了する領域である光線が黒帯の裏で読み込まれ、このような現象が引き起こされていたのです。これまでのほとんどの奏者は16対9でゲームをプレイしており、4対3でプレイしていた記録保持者はレイカー G 氏とスキッピー氏のみだったこともあって、このカットシーンの秘密の発見は発売から12年もの時間を要しました。スキッピー氏の世界記録は取り消されることなく、以降の本 RTA では4対3でのゲームプレイが必須条件となりました。このプレイ環境の偶然によって大きな功績を残したスキッピー氏は、今後も世界記録を再度更新する可能性を秘めている高い技術を持つ奏者でした。また、何度も世界記録を更新していたトップレベルのスキルを持つピジー氏も、同様に世界記録候補者の一人でした。ですが、次に記録を樹立した奏者はスキッピー氏でもピジー氏でもありませんでした。次に世界記録を更新したのはビリー・ジョー66という2020年代から本 RTA で世界記録に挑戦をし続けていたプレイヤーでした。以前、ビリー・ジョー66氏は 0.5 秒の差で世界記録を逃していましたが、決して諦めることはありませんでした。このビリー・ジョー66氏の記録では、本作の最高難易度テクニック、ボムフルが使用されています。5の4の上から降り注ぐボム兵をタイミングよく踏み、画面外の足場を経由せずに向こう岸までたどり着く技で 1.5 秒時間を節約することができます。プレイ映像を見てわかる通り、非常に難易度が高く、成功率は極めて低いです。そのため、奏者たちは 1.5 秒の時間短縮のために、この技を選択しようとせず、2023年現在でも、ボムフルを使用した世界記録は、本記録のたった一つのみです。ビリー・ジョー66氏の記録から4ヶ月が経ち、2022年7月10日、ピジー氏は22分8秒533で世界記録を奪い返します。1の1では、下り坂でタイミングよくクリボーを踏みつけることによって、速度を保持した状態で滑空することができる、グンバブーストが使用されており、約1秒の時間節約が行われていました。また、この記録更新時点で、ピジー氏は7度目の世界記録更新を果たしていました。ピジー氏の世界記録が続くことは、そう長くはなく、1ヶ月後。Dude, that has to be it. That has to be. I split so late. カナダ人奏者のキャッツという奏者が世界記録を更新します。グンバブーストやクラウチブースト等が失敗。556サイクルの改良型である高難易度テクニックアスティックスサイクルを試みますが、本記録ではクリアタイムが557と失敗してしまいます。これらの失敗があり、自身の記録に納得がいっていないものの、骨コースターでの加速等の全体的にワールド8の走りが良く、記録は22分7秒100となりました。2022年12月26日、数ヶ月前に RTA コミュニティに参加したアメリカ人奏者のシャープランツ氏が世界記録を更新します。8月からニュースーパーマリオブラザーズ Wii コミュニティに参加したのにもかかわらず、本 RTA で用いられるテクニックのほとんどを習得し、キャズ氏の記録を 0.5 秒ほど上回りました。特に5の砦では、残りタイム559と
アスティックスサイクルに成功。シャープランズ氏はアスティックスサイクルを使用した初の世界記録保持者となりました。1ヶ月後の2023年1月21日にはキャツ氏が記録を奪い返しますが、シャープランズ氏との記録の差は 0.03 秒と大幅な記録更新が非常に難しくなっていることがわかります。Dude, I don't know. その2ヶ月後にはシャープランズ氏が記録を奪い返すも22分5秒667と22分を切ることは現実的ではなく、22分2秒を目標に記録を狙っていると述べていました。そしてこの記録を境に本 RTA の物語は最終局面に入ります。本 RTA の物語はまだ終わりではありませんでした。皆さんはツールアシスティッドスピードラン、通称 TAS をご存知でしょうか？ TAS とはエミュレータ上で操作を組み込み、人間にはできないようなプレイを実行することを指します。時折、この TAS によって発見された技が RTA で採用されることがあります。ニュースーパーマリオブラザーズ Wii も TAS によって発見された要素に大きく恩恵を受けた RTA の一例でした。それでは、これまでの常識を覆した TAS 制作者の MG ロードキル氏とスカッシュワン氏、クリプティク氏の3人が共同で制作した TAS をご覧ください。新技アバーブ・ザ・キャッスルの発見によって最終コースの巨大クッパ戦の強制スクロールエリアをスキップすることが可能となり、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii コミュニティに大きな衝撃を与えました。また、この技は人力で実行することが可能であることが分かり、10秒以上の時間短縮が可能となりました。この常識を覆す新技の発見によって世界記録の更新がされるのは時間の問題でした。Is that good? That felt good. 22分3秒、アバーブ・ザ・キャッスルを使用し、世界記録を更新した最初の走者は、世界記録で唯一ボムフルを成功させた走者、ビリー・チョウ66氏でした。驚くべきことに、この記録は、先ほどのTASの動画が公開されてから1日後に樹立されたものでした。ビリー・チョウ66氏は、この記録は多くのミスがあったため、長く続くとは思えないと発言しており、この予想は的中してしまいました。同日、2023年6月19日、次にアバーブ・ザ・キャッスルを使用した走者はキャツ氏でした。Okay, he got it. Oh, go! Yes! Yes! Come on, please, please! no. Please! Eat the meal. We eating. We eating for real. Is that it? Is that 21? キャツ氏は世界初の21分台の記録を打ち立てることに成功しました。そして、その翌日 Is も that actually it? Let's go! Wow! Let's go! 21分56秒733。アバーブ・ザ・キャッスルの発見の6月17日からわずか4日で、世界記録がすでに10秒短縮していました。 It's the one! この歴史的なタイムの短縮に驚くのはまだ早く、わずか1ヶ月後には、キャツ氏の記録を超える、驚異的なプレイヤーが現れることとなります。その走者とは、
I think that's actually gonna be close though. Like I don't know, because that run was really good. I don't know. I think I threw it though. Dude, oh my god, man. Did I get a loaf 23? アメリカ人奏者、シャープランズ氏。21分56秒400で世界記録を樹立し、2023年現在もその世界記録を保持し続けています。驚くべきことに、シャープランズ氏は9月11日までに7連続世界記録を更新し、現在の記録は21分52秒167と、ついには21分50秒の壁を打ち破ろうとしています。このシャープランズ氏の偉業を目の当たりにしたピジー氏は次のように語っています。シャープランズは間違いなく、このゲーム史上最も圧倒的な NE% プレイヤーである。彼の現在の記録は言葉にするのも難しいほど素晴らしいものだ。事実上、ミスも何もなく、これを破るには文字通り5の4でボムフルをしなければならない。そう、この圧倒的な世界記録でも5の4の時間短縮テクニックのボムフルは使用されていないのです。また、奏者のスキッピー氏も今後、本 RTA で記録を更新するためにはボムフルの使用も必要不可欠になるだろうと述べており、記録更新のハードルが格段に上昇していることが理解できます。難易度が最高点に達したこの本 RTA で、シャープランズ氏の世界記録が打ち破られる日は来るのでしょうか。ということで今回は、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii の RTA 世界記録の歴史について解説させていただきました。プレイヤーたちの研究や努力が常識を覆し、数多くの偉業を達成してきました。もしかすると、これらの偉業は、まだ、本 RTA の歴史の、ほんの一部に過ぎないのかもしれません。今後、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii の RTA に、どのような進化が待ち受けているのでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。